マジョリティが影響力か人数かで2割を超えたら危険信号ですみたいな感じですかね。今回の動画なんですけども、組織が崩壊する予兆というところでちょっと門司社長にお話を聞きたいと思うんですが、門司社長が思う組織が崩壊する予兆ってどんなところですかね？シンプルにやっぱオフィスが汚いとか、汚い頃だから掃除がちゃんとできてないんですよね。2つ目はやっぱ勤怠の乱れ、遅刻が増えたとか、ちょっと休みがちとか、あとは3つ目はやっぱレスポンスが悪くなる。今までこんなにすぐ返事返してくれたやつが、あれ最近みたいなとか、挨拶が微妙っていうのはなんか元気があるかないかだけじゃなくて、もちろん元気がないっていうのを分かればいいんですけど、人の価値観ですから元気がなさそうに見える人もいるんですけど、どっちかっていうとだから挨拶ってポイントはハキハキしてるか、目を合わせるか、ちゃんと声出すかみたいな話があるじゃないですか。顔、目、声の大きさとかハキハキしてるかとか、そういうところを見るんで、あと笑顔とかですね、笑顔がないとか覇気がないとか、ちょっとこの辺挨拶とかもこう混合しますけど、あとやっぱ朝礼ですね。朝礼した時に大体ねコンディション分かるんで、僕からすると朝礼っていろんな意味があるんですけど、僕の目的の大きな一つはコンディションチェックですよね、従業員と。門司社長はその朝礼で、メンバーの皆さんのどういったところをこうチェックされてらっしゃるんですか？いやだからやっぱりその元気パワーがどれだけあるかないかなんで、顔、雰囲気、醸し出すオーラというか覇気があるかどうか、そういうところですかね。だからもう極端な話、朝出社してきました、朝初めて会いました、おはようって挨拶しました。でそっからこうわちゃわちゃやりながら掃除したりとか準備したりとかして、で朝礼を始めます。もうこのフローの中で大体わかるんですよ。何を見たらわかるんですかっていうのはちょっとわかりませんそれはだから人のことをよく見てるか見てないかだと思うんで、だから気づく力気づかぬ力みたいな話で、気づかない人はもう気づかないですよ。何を見ても気づかないの無理ですね。よくちゃんと人間観察するとか、そういうのをちゃんと後から振り返って当てはめてみるとか、それをひたすらやんないと経験しないと分かんないですよね。それじゃ分かりませんって言ったら、そういうのやってないの分かんないよねみたいな話ですよ、その朝来た時から朝礼終わるまでの感じでもう大体分かりますよね。だから個人にしたらそういうことですし、あとは勤怠の乱れも個人からですよね。レスポンスも個人ですよね。汚い、掃除してない、勤怠の乱れ、レスポンスが悪くなる、挨拶だから朝礼が終わるまでの間に笑顔とか覇気とかボリュームとか目が合う合わないとか、そういうのを見ながら個人を把握して、マジョリティが影響力か人数かで2割を超えたら危険信号ですみたいな感じですかね。僕も組織の論理で1個大事にしてるのはずっとやっぱ262って考えてるんですよ。これって普通に言われる2割262だと、仕事のできる2割、仕事があんまりできない2割、真ん中6割ですみたいな、こういう構造になりますよって言うんですけど、雰囲気もそうで、ちょっと横に置き換えますけど、ポジティブな2割、ネガティブな2割で、この6割が中間です、みたいなもんだと思ってるので、このネガティブのが2割を超えそうな時、これがだから先ほど言った人数なのか、その影響力の話なのか。トップがネガティブになったらトップの影響力大きいんで2割超えるわけですよ。もうアラートですとか、仕事ができるってみんなに一目置かれてる人も一人でもネガティブになったら、これも影響力としては2割超えるかもしれないけどアラートですみたいな。あとは正直そこまで影響力が高くない普通のメンバーなんだけれども、数としてその2割を超えてくるような感じだったら、もうこれもアラートですみたいな、そんな感じですよね。実際でもアップルさんが、門司社長が立ち上げられて、最初は多分全メンバーの表情だったりとかっていうのを全部門司社長自身が把握できたと思うんですけど、これはだんだん会社の規模が大きくなってきて、やっぱり人にマネジメントを任せるような形になっていく時に、その辺を把握するのって結構大変だったんじゃない？そんなことなんですか？でもやっぱりこれはだから別に仮にですけど、じゃあ僕がいつも東京にいて、じゃあ大阪どうなんだろうって言った時には、もう一発行ったら例えば汚いとか、朝出社からその朝礼終わるまで見とけば大体わかるんですよ。だから別に行けばわかるんですね。あと定量的に見るんだったら勤怠っていう事実だから、レスポンスは別に場所関係ないんである程度わかりますよね。で大体そういうのが感じた時に、最近こういうことがあってとか、こう感じたんだけどどうなのって結構突っ込んだ話を会社に聞くと、いや実はみたいな大体出ますよね。だから自分で見るんだったらそれ、あとは正直もうその部門とかチームのリーダーに任せるしかないので、って感じですかね。今ちょっと話を聞いていても、単純に社員目線から言っても、ちゃんと社長がそうやって一人一人普段東京でお会いになる方であれば、しっかり表情とかそういったものも見てくれてるんだなっていうのは、逆に言うと安心感であったりとか、何か心配事があった時もどうしたのって声をかけてくれるっていうの
のは、やっぱりすごくありがたい話だなっていうのは単純に思いました。今はやっぱさすがにそれでも人数多くなったんで、僕が直接なんか今日元気ないねみたいなこということは、変わってる頻度とかレベルによってあるないありますけど、僕としては一番もどかしいのは、それを感じ取ってと思ったとしても、自分がこう声かけるわけにはいかないのかな、この状況は。例えば誰か管理者に任せてるとか、そういうのも経験させなきゃいけないとかって考えてるのが結構もどかしいですけどね。ワンクッション入らなきゃいけない時っていうのは結構そうですね。はい。例えば大手とかでね、基本はみんな会社きれいにしてるんですよね。大手の会社で汚い会社はまず見たことがないんですよ。それっていうのは本質の意味は多分そういうことで、でも気をつけなきゃいけないのは、何が目的できれいにするのか、掃除するのか、勤怠をちゃんとやるのか、レスポンス早くするのかっていうのは、この母論ばっかりに来ちゃってて、多分読み込めないところがあるんで、それで言うならばさっき言った定性的な出社時ですよね。朝礼とか始業するまでの感じ、この辺を見てもう判断するしかないと思いますね。でベンチャーとかまだ中小企業だったら、露骨に汚いか綺麗かとか、僕らの視点で言うと勤怠の乱れとかですね、レスポンスとかっていうのはもうすごいですね。はい、その動画を見ていただいてる、視聴者さんの中で、例えば学生さんがいて、インターンとかでいろんな会社にこう訪問に行ったりとか、もしくは面接っていう段階で会社オフィスに行ったりするときに、やっぱりちょっとこうオフィスが散らかってるとか、よく昔から言われてるトイレがちょっとこう汚れてるとか、そういったところをやっぱりしっかりチェックしてみたりとか、あとはそのオフィスで働いてる人たちの雰囲気ですかね。自分に働いてると笑顔がそんな出ないかもしれませんけども、でもなんかこうなんとなく感じる雰囲気っていうのも結構見ておくといいのかもしれないなと。プラス掃除とかで言うと、要はこういうことだっていうのは、個人のものは個人がもちろん綺麗好きだったりとか汚かったりとかはある。で会社のルールとして汚い人も一定にしなさいっていうのはあるかもしれない。共有部が綺麗とか掃除されてるってことは、要は自分じゃなくて他人とか来客者とかそういうのをちゃんと大事に扱ってるんだと思うんですよ。要は自分の個人のことで考えてれば、別に自分の机さえ切ればいい、自分のパーソナルスペースさえ切れば綺麗であればいいんですよ。同じく働いてる仲間とか来客者とか、そういうことも大事にしようとか、どう思われたいかとか、どう思ってほしいかとかって考えた時に多分綺麗にするんですよ。そういう人が多いか少ないかっていうのが結構組織の多分状態、あり方とか健康状態とかって見る上では重要かなと思うんですよね。だから僕はトイレとかその共有部が汚いと一番嫌ですね。アップルさんはお手洗いもそうですけどね、共有部すごく綺麗にされてるんで。いやー、厳密に言ったらもっとできるんですけどね。本当ですか？と言いながらね、じゃあ自分も初めね、ちょっとやっぱ手抜いてんのかなと思っちゃう時もありますけど、僕からしたらそんなにすごい綺麗じゃないですね。やっぱりそういうのってお仕事にも影響が出るというか、よく昔からよく言われてることで、家でできないことが外でもできないようじゃないんですけど、やっぱり普段からこう、掃除だったりこう、そういうのをしっかりやれる人かどうかっていうのが仕事の丁寧さであったりとか、そういったものにもつながっていくのかなと思いますので、オフィスでちゃんと掃除が行き届いてるかとか、その勤怠の乱れがどうなってるかっていうのが会社を選ぶ上でも、組織を見る上でもすごく重要な部分なのかなというのはすごく感じました。本日はありがとうございました。改めてにはなるんですが、組織が崩壊する予兆をまた教えてください。汚い掃除ですね。勤怠の乱れ、レスポンスが遅くなる。あとは挨拶からそうですね。出社時ですね。笑顔がないとか、覇気がないとか、挨拶の音量とか、目を見る見ないとか、そういうところを見ていけばわかるかなと思います。本日もご視聴ありがとうございます。この YouTube チャンネルでは、現場の様子や対談、イベント、はたまたビジネスに役立ちそうな話等々、様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして、この動画にもぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。